もあれ以外でも、私ホラー好きなんですけど、基本的に私が好きで見るのは一コア系で、ああいう動画出しといてなんですけど、お化け系は今日使ってるのがこのコミカのユニプロです。あとミュートがワンタッチでできるのでいきますよ。どうですか？今ちょっと私の秘密を暴露してたんですけど、聞こえました？こんばんは。最近間違い探しにハマってる余白です。もともとクロスワードとかクイズとか解くのが好きなんですけど、最近はその中でも間違い探しにハマってて、で今私一つちょっと目標があって、サイゼリアの間違い探しって難しいって聞くんですけど、私人生で1回しかサイゼリアに行ったことがなくて、でその時も間違い探しを解かなかったので、できれば今年中にサイゼリアに行って、あれって何個あるんですかね、間違いわかんないんですけど、全部見つけるのが今の目標です。はい、ということで今日は皆さんに私のことを少しでも知っていただけたらなっていうことで、いくつか質問に答えていきたいと思います。この中に質問が入ってるんですけど、この質問は以前 YouTube の投稿のところで皆さんが答えてくださった質問と、あと私の知り合いがこういうのあったら動画盛り上がるんじゃないみたいな感じで、ちょっとね答えにくい質問とかも入れてるらしいんですけど、それに今日は答えていきたいと思います。この素の状態で完全に話すっていうのが初めてで緊張してるんですけど、温かい目で、いや耳かな、皆さん目閉じてる人もいますよね。温かい耳で聞いていただけたらなと思います。じゃあ早速スタート。ちゃんと見ないようにいきます。はい、こっちの動画の謎センスはどこからやってくるんですか？楽しませてもらってます。ありがとうございます。動画謎なとこありますかね？設定に関してはもうね、天からこう降ってくる時もあれば、周りの人と話してて思い浮かんだり、あと皆さんが前答えてくださったなんかしてほしいシチュエーションはっていうのがあったと思うんですけど、それを参考に考えたりしてます。自分で一から考えるときは、漫画とかドラマとか見てて、これ使えるかもみたいな感じでちょっと参考にして考えたりすることもあります。あと動画の内容に関しては結構半分ぐらい自分のこと話してるだけなので、実はってか実体験とか本当に自分が思ってることとか、話しながら動画を撮ってます。はい、じゃあ次。はい、スイカの ASMR から見させていただいてるんですけど、もともとホラーが好きなんですが、一番最初の動画ってことですよね、これ。ホラーは好きです。ホラー映画とかサスペンス映画は結構見たりしてます。
するのも好きで、最近気になってるのは花王さんがホラゲー出したの皆さん見ました？なんかニュースとかなってたんですけど、あれちょっと面白いなって思いました。いや、誰があれ企画したんだろうって。あれはちょっとプレイしてみたいなって思ってます。で、私ホラー好きなんですけど、基本的に私が好きで見るのは一コア系で、ああいう動画出しといてなんですけど、お化け系は、見るんですけどちょっと怖いので、どちらかというと苦手だったりします。はい、じゃあ次。はい、好きなアニメありますか？好きなアニメは、一番は進撃の巨人が好きです。何回も見ました。あと映画も見に行きました。ちょっと前にあったやつ。あと他だと、最近だと血はすごい面白かったです。あと現在進行形でヒカルが死んだ夏っていうアニメ見てるんですけど、これも面白いなって思いながら見てます。もしね、皆さんのおすすめアニメがあれば教えてください。じゃあ次。あ、これはあれですね。知り合いが考えてくれたやつですね。好きなタイプはかっこ詳しくここなかったらね、好きになった人がタイプですって言うんですけど、好きなタイプは、まず落ち着いてる人がいいなって思います。私自身怒ったりとか泣いたりとか、そういう感情的になることがめったにないので、相手もそういう感じの人だといいなって思います。あとは、くだらない話とかでも一生懸命してくれる人かなって思います。例えば、このアニメの主人公とこのアニメの主人公が戦ったらどっちが勝つと思うみたいな、そういう本当に生産性ないような会話でも適当に答えるんじゃなくて、こっちが勝つんじゃないみたいな風に答えてくれるような人がいいなって思います。あとは、私のことを一途に好きでいてくれる人がいいなって思います。私は基本的に束縛とかもしないし、なんか焼いてるみたいなこともあんまり言わないんですけど、内心めちゃめちゃやきもち焼く方なので、なので異性の友達とかが多い人はちょっと嫌だなって思います。十分かな、3つも答えてれば。はい、じゃあ次。自分が音楽好きなのもあって、ヤハクさんがどんな音楽に興味があるのかすごい気になります。音楽好きなんですね。私は J-POP、K-POP、洋楽、昭和歌謡曲、ボカロ、アニソン、結構いろいろ幅広く聴いてます。なんか J-POP は基本的にこう人気なのとか聞いて、であとはその時の自分の中の流行りみたいなのを聞いてるっていう感じです。で、
リーでいいなって思った瞬間があって、よく行くお店でジャズバージョンみたいな感じで流れてる曲があって、めっちゃいいなって思ったんですよ。で、基本的に気になる曲とかはスマホですぐこう聞かせて調べるんですけど、ボーカルがないバージョンだったのでこうヒットしなくて、でもなんとかしてもうその曲を知りたいってもいろいろこう試行錯誤して分かったんですけど、その曲が椎名林檎さんの歌舞伎町の女王っていう曲です。初めてこう歌詞ありで聴いた時に、あ、こんな感じの曲なんだなんか勝手になんていうかこう淡い恋の感じかなって想像してたら、ちょっと全然違ったので、もちろん歌詞ありは歌詞ありですごくいい曲でしたぜひ音楽好きっていうことなので、何かおすすめあれば教えてください。はい、次。芸能人だと誰に似てる？なんか本当に全然似てないっていうことを前提に聞いてほしいんですけど、ちょっと前にそっくりさんちょっと名前合ってるかわかんないんですけど、自分の写真撮ったらその AI が似てる芸能人を出してくれるみたいなアプリがあるんですけど、それした時は 93%、4% くらいで YouTuber のカスちゃんに一番似てるって出ました。実際に言われたことないので似てないです。何かしらその AI が判断する基準がわかんないんですけど、何かはそのね、どっかのパーツだけとかは似てるかもしれないんですけど、全然似てないですあとは実際に言われた人で言うと、プロミスナインっていう K-POP のアイドルグループがいるんですけど、そこのペクチホンちゃんに似てるって言われたことがあります。でも似てないですなんか最近いろいろ言われるんですよ。会う人になんか弟の彼女に似てるとか、朝ドラに出てたあの人に似てるとか、あの CM に出てるあの人にみたいな、なんか言われること多いんですけど、誰一人として2回以上言われた方がいないので、似てないですし、基本的に逆に言えば多分どこにでもいる顔なんじゃないかなって思いますはい、じゃあ次。連続で誰にも言えないこと何個ある？誰にも言えないこと、この YouTube 活動してるっていうのは基本的に言ってないので、これも一つですかね、言えないこと。でも後に関してもあんまり人に言えないようなことはなくて、言いにくいことでも基本的に母親か小学校1年生の時からの親友がどっちかには言えるようなことばっかりで、誰にも言えないようなことはないんですけど、その2人には言えて他の人にはあんまり言えないことだと、それでも2つとか3つとかですかね。言えないことなんで言わないですけど、そんな感じです。
くださってる方もいるんですけど、見えてないじゃないですか正直ね。ダメですよ、美化させすぎたら。私はもともとがっつり顔出しする予定はないんですけど、でもあまりになんか期待値が高いとね、こう目だけとか口だけとか鼻だけはないかもしれないんですけど、なんかね、そういうのもちょっとできないなって思いながらね、皆さんのコメントとか見てます動画で、ね、美人だとか自分で可愛いとか言ってますけど、動画なのであくまでそれはなのでちょっとね、美化しすぎないようにしてください。お願いしますはい、じゃあ次。はい、人生で一番ドキドキしたこと。ドキドキか。一番かはわかんないんですけど、今思いついたので言うと、私幼なじみがいて、で小学生の時とかは本当に休みの日とか本当毎日のように遊んでて、でいつかな、小学校3年生ぐらいの夏休みにいつものように幼なじみの家でゲームとかして遊んでたんですよ。でそしたら近所に住んでるおばあちゃんの家に帰省してる男の子みたいな感じで、普段はそこにいない、で夏休みだから帰ってきてたみたいな子がいて、その子がその幼なじみの家に遊びに来たんですよ。でどうするのかなと思って見てたら、なんかその幼なじみはあまりその男の子のことを、好きじゃないとはわかんないんですけど、なんか遊びたくないみたいな感じで、二人でイルス使ってほんとクローゼットの中みたいなとこ入ってバレないように静かに過ごしたっていう経験は結構ドキドキしましたやっぱね、バレないようにとかってちょっとドキドキしますよねはい、それがちょっと人生で一番かはわかんないんですけど、ドキドキしたことです。次。チャームポイントはチャームポイントは笑顔ですかね私笑った時に口の下のとこに片方だけなんですけど、わずかながらのエクボができるんですよ本当にちょっとなんですけど、笑ったら、それが見えるので笑顔かなと思います。皆さん今想像してください。笑ってるんで私マスクの下ではい、これがチャームポイントです。じゃあ次。リアルな声バナ聞いてみたいですリアルな声バナ、最近も普通に友達と恋バナとか
リアルな会話なんてこんな感じです。ちなみにこの3つの回答を言っとくと、結婚式は全然したいとかはなくて、でもその代わりに結婚したらもうめっちゃおしゃれな写真撮りたい。本当に芸能人みたいな。ちょっと憧れます、あれ。理想のプロポーズは具体的にはないんですけど、やっぱロマンチックなのに憧れます。はい。で、あと最後、なんて呼ばれたいかなんですけど、私普段名字で呼ばれることが多くて、私の名前が山田花子さんだとしたら、山田さん、山田ちゃん、山ちゃん、やーちゃんみたいに呼ばれることが本当に多いんですよ、男女問わず。なので、下の名前で呼ばれるのがいいなっていうので、一番呼ばれたいなっていうのは、で、またその山田花子さんだとしたら、花ちゃんみたいな感じで呼ばれるのがいいなって思います。そういう呼び方するのが、本当に親族とか、近所の人とか、私のこと小さい時から知ってる人しかその呼び方しないので、一番私的に距離が近く感じる呼び方なので、そういう呼び方がいいなって思います。じゃあ次。好きな ASMR の配信者っていますか？ ASMR 以外でも。正直私 ASMR 配信者さん全然詳しくなくて、この活動を始めてからは勉強も兼ねていろんなこと見てるんですけど、そんな私でも本当にもう大好きっていう配信者さんがマンユーっていう方、チャンネルです。本当に有名な方で、登録者も1000万人とかいて、見たことある人も多いんじゃないかなと思うんですけど、もうワンちゃんがひたすら癒されてる動画を見ながら癒されてます。もう本当に可愛い。もう見ててわーってなります。可愛すぎて。なのでマジで見たことない方がいらっしゃったら、ちょっと一回見てみてほしいです。本当に可愛いので、あと普通に音も本当にいいです。もうおすすめです。はい、ということで、いくつか質問に答えてきたんですけど、今弾けなかった質問の中に、使ってる機材は何ですかみたいなのがあって、撮影は今この私を映してくれてるこれは私が普段使ってる iPhone です。あとマイクはいくつか使ってるんですけど、今日使ってるのがこのコミカのユニプロです。私もいろいろ初心者なので、使いやすいやつが本当にいいんですけど、これはタイプ C なのでスマホとかつなげてもすぐに使えるし、あとワイヤレス接続に変更できるんですよ。なので本当にどこでもすぐ撮れます。外とかでも、ちょっとまだ撮ったことないですけど撮れます。あとミュートがワンタッチでできるのでいきますよ。どうですか？今ちょっと私の秘密を暴露してたんですけど、聞こえました？聞こえな
ですよね。こうやって簡単にミュートもできます。あと、何より嬉しいのが、これ、ノイズキャンセリング機能がついてるんですよ。普段の撮影、基本的に音が入らないように、エアコン消して、もう汗ダラダラになりながら撮ってるんですよ。ちょっと、皆さんにそれ気づいてないと嬉しいなって思いながら撮ってるんですけど、でもこれだとそういう機能があるので、エアコンつけてても使えます。ちなみに今はもうエアコンの風もうめちゃめちゃ感じながら撮ってます。あとマイク以外の機材で言うと、もう全然スペックの高くないパソコン、ノートパソコンをもういつも熱々にしながら編集してます。はい。ということで、今日はいくつか質問に答えてみたんですけど、いかがだったでしょうか？ちょっといつもは基本的に台本というか、大体の流れ決めて撮ってるので、もう台本何にもなくて、もう素の状態で話すのが初めてなので、本当に緊張したんですけどちょっとそれが伝わってないといいなっ